アフリカのサバンナに暮らす野生の犬、リカオン。日本ではあまり知られていませんが、別名ハンティングドッグとも呼ばれ、獲物を狩るために10キロ以上どこまでも走り続け、サバンナ一と言われる持久力を誇る名ハンター。これは名ハンターリカオン、その狩りの様子を収めた貴重映像です。タンザニア北部に広がるセレンゲティ平原。取材班はある水辺を縄張りにするリカオンの群れと出会いました。リカオンは十数頭の群れを作り、昼間に活動する動物のはずですが、今はお昼寝中のようです。ようやくリカオンたちが目を覚まし始めました。すると一頭が何やら穴の中を覗き込み始めました。出てきたのはリカオンの子供たち。実は彼ら普段は獲物を求めて移動していますが、子供を育てる時だけは巣穴を持ち定住するんです。全部で11頭もの赤ちゃんが生まれていました。子供たちはお腹がペコペコ、おっぱいが欲しくてお母さんを追いかけ回します。お母さんのおっぱいの数は12個から14個。11頭の赤ちゃんがいても数は心配ないのですが、しかしこのたくましい飲みっぷり、お母さんも大変です。さらにおっぱいをあげる時もお母さんは立ったまま。サバンナではいつも危険と隣り合わせ、絶えず警戒していなければならないのです。リカオンたちの巣穴のある草原にオグロヌーの群れがやってきました。ヌーたちは新鮮な草を求め、1年をかけてこの広いセレンゲティを一周します。リカオンたちにとっては待ちに待った獲物です。群れ全体が集まり始めました。狩りを前にリカオンたちがお互いの顔をこすりつけ合い、鳴き交わし始めました。これは狩りの前によく見られる行動。大人だけではなく子供たちも混じって鳴き交わしています。他のイヌ科の動物同様、リカオンも群れで暮らす動物。さまざまな手段でコミュニケーションをとっていると言われています。さあ、ヌーは目の前。しかし彼らにはまだ大切な仕事が残っています。それは子供たちの安全の確保。狩りの前に他の肉食獣に襲われないよう、巣穴の中に子供たちを隠さなければなりません。ここにいれば子供たちだけでも安全です。準備は万全。いよいよ狩りの始まりです。隊列を組んで小走りでヌーに迫るリカオン。異様な雰囲気を察したヌーたちが逃げ出しました。リカオンも徐々にスピードを上げ、ヌーの群れに割って入ります。まずはヌーの群れをか乱し、子供など捕まえやすい獲物を群れから引き離す作戦のようです。どうやら今回の標的はこのヌーのようです。
一頭が後ろから襲いかかり、尻尾を噛んで足を止めます。リカオンよりも大きなヌーは一頭では止められません。逃げられないように仲間たちが次々に襲いかかります。しかし狩りの名手であるがゆえに、こんな厄介者にも付け狙われます。ハイエナです。せっかく仕留めた獲物を奪われてはたまりません。しかも近くには子供たちの巣穴もあります。力を合わせてハイエナを追い払いにかかります。リカオンはハンティングの名手ではありますが、非常に弱い動物。1対1ではかなわないハイエナにチームプレーを駆使して命を懸けて挑みます。今回はなんとかハイエナを追い払うことができました。ハイエナから守り抜いた獲物でお腹をいっぱいにしたリカオンが巣へと戻ります。慎重に周りを伺い安全を確認すると、子供たちを呼び出しました。そして自分が食べたものを吐き戻して与えます。これは同じイヌ科の肉食獣オオカミも一緒です。しかも親だけではありません。群れの他のメンバーも。群れ全体で育てていくのがリカオンの子育て法なのです。大人が一度飲み込んだものは程よく消化され、子供たちにも食べやすくなっています。子供たちは群れに守られながら大きくなっていきます。しかしリカオンの赤ちゃんたちが大人になれる確率は 20% 程度と言われています。飢えや他の肉食獣にやられてしまったり、時には人間や家畜の病気に感染してしまうからです。今リカオンは絶滅の危機に瀕し、わずか数千頭にまで減ってしまっているといいます。彼らがアフリカの大地でいつまでも走り続けられるよう祈るばかりです。